皆さんこんにちは。ランルイチャンネルのランです。今日は100の質問をやっていきたいと思います。お名前は？高橋ランです。誕生日は2001年9月2日。家族構成は？ 5人家族で妹とお兄ちゃんがいます。身長は？188センチ。体重は？体重83キロ。血液型は？ O 型です。出身地は？京都。出身高校は？東山高校です。職業は？学生かつプロバレーボーラー。所属チームは？日本体育大学とモンツァっていうイタリアのチームにいます。ポジションは？アウトサイドヒッターです。名前の由来は？これね、あんまり知らないんですけど、最初はほとんどが野球好きでホームランのランって聞いたけど、最近知ったのは藍色の意味には素直に明るいみたいなことをおかんから言われて、それが由来ですね。後付けじゃないよな。後付けにはよくわかんないです。初めて知りました。好きな色は？好きな色は黒と赤。好きな食べ物は？ハンバーグ。嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物ないんですよね。今の趣味は？趣味は、最近はもういろんなアニメを見たり、最近ちょっとね、代表でもね、荒野行動ブームが来てます。足のサイズは？足のサイズは28。利き手は？右手。自分の性格を一言で言うと？負けず嫌い。バレエ以外で特技は何ですか？特技かわからないけど、ギターは弾けます。好きな歌手は？好きな歌手は、優里さんにミセスグリーンアップル。その好きな歌手の好きな曲は？優里さんだったらベリーミリオン。ミセスなら、私は最強。好きな YouTube は？子供系が好きで、最近昭和男三兄弟さん、森家の日常っていうのを最近見てて、あとはレイクレさん。好きなスポーツは？好きなスポーツはバレーボールで、サッカーは好きかな。一番最近泣いたエピソードはありますか？泣いたエピソード、ここ最近なんで泣いてないっていうぐらい泣いてないですね。めっちゃ遡ったな。めっちゃ遡ったら、何で泣いたかな。春高優勝した時ですかね。好きなアニメは？もう一番好きなのはワンピースです。今一番欲しいものは何？欲しいもの。どこでもドアス。でかいな。毎日何時に起きますか？だいたい8時とか8時半とか。逆に何時に寝ますか12時までになりますね。好きなお菓子ありますか？たまに食べるからかもしれんけど、パリンコとか塩の効いたやつ。おかきとかも好き。好きな映画は？好きな映画は、マーベルが好きだからアベンジャーズシリーズは全部。マーベルシリーズは。最近見た映画はありますか？すずめの戸締まり。バレエを始めたきっかけは？ルイがやってて、ルイのやつについていってたら、なんか一人メンバーがいないってなって、それを出た時に楽しかったのがきっかけです。バレエをしてなかったら何してたと？多分野球やってたと思うんですね。ほとんど影響で。ルイ君と一緒やますね。そうっすか。日常生活で何か嫌いなこと、苦手なことありますか？洗濯とかはちょっとめんどくさいなと思ったりしますね。ゴミ捨て。試合とか練習で何かルーティーンってありますか？ルーティーンは、最近は試合前にはガム噛んでることが多くて、音楽を聴く。あとはあんま試合を考えすぎないみたいな。尊敬する選手はいますか？尊敬する選手は、やっぱ日本でいうと石川選手で、好きな選手でいうとアメリカのアンダーソン選手はもう今回の VNL でもありましたけど、最高でしたね。自分の長所は何だと？長所は空気を見るとですね。逆に自分の短所は何だと思いますか？大雑把っす。パリ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 ずっと聞こえてるの。何なんですかそれ。なんかもうな、完全にもうそっち見たわ。ストロングミン全員がそっちに持ってかれませんでした。自分の口癖はありますか？妹にインタビューの時に指摘されたのは、すごくが多いって言われました。本当に言うとすごくが多いです。ところ。そう、ところだ。ところっす。ところめっちゃ言うな。気づいてます？めっちゃ言ってる。めっちゃ言ってる。気づいたら3年じゃんぐらいで。めっちゃ言ってる時あって、それ多分インタビューで10回ぐらい。マジですか？ところ。癖やなと思いながら聞いてる。気にならない悪い癖じゃないと思う。朝起きて一番最初にすることは？カーテン開けですね。初恋は何歳ですか？初恋は保育園の時ですかね。いましたね、一人好きな子が。両方に多いじゃん。好きな異性のタイプは？最近やっぱりその人の人間関係とかを見たりするですね。関わってる人であったりとか、空気読める読めないとか、そういうところ結構気にしてみますね。好きな女性の仕草とかありますか？仕草か。僕と女性で歩けば、大体僕上じゃないですか。身長で言うと。だからもうシンプル普通に上目遣いとかはいいですね。ラン君何フェチ？何フェチ？僕ずっとちっちゃい頃おかんの二の腕触ってました。二の腕フェチ。キモいっすね。子供好きなんですか？みんな好きやね。二の腕好きです。
キモくはない。男好きじゃない。スマホの待ち受け画面何にしてますか？僕今いとこのちびっこのサングラスかけてる写真です。超可愛いですよ。子供の頃はどんな少年でしたか？とにかくもう外にずっといたですね。公園行くか、それかもう友達ん家すぐ行くみたいな。帰ってきてカバン置いたらそっぽ行くみたいなタイプでした。得意だった科目はありますか？体育、図工とかも得意やったし、理科とかも好きでした。逆に苦手やった科目。国語。やっぱおじいちゃんアメリカ人なんで、日本語があんまり得意じゃないですね。それ言い訳にしましょう。おじいちゃんの選手。そう、おじいちゃんの選手です。かといって英語も喋れへんのに、その時。ちっちゃい頃の将来の夢は？バレー始めてからもバレーボールでオリンピック選手になるでしたね。今、現時点での将来の夢は？やっぱり今回 VNL とも銅メダルを取って、やっぱり次はもうそれ以上上、銀、金、もう頂上を目標にします。ストレス解消法は何かありますか？音楽聴きながら散歩したりとか、太陽に当たったりしますね。最近起こったとか腹立ったなんかエピソードありますか？こういうことがね、あんまないんでね。コヤコードで負けた時ぐらいですかね。今はい。自分はポジティブですかネガティブですか？ポジティブですね。超ポジティブ。朝はパン派ご飯派？ご飯、納豆ご飯、引き割り。今日も朝納豆あると思って納豆ちょうだいって言ったら、おとんが昨日食べて夜なくなってて、朝から納豆食えないでちょっとイライラしました。怒って最近怒った。納豆なくて怒った。納豆なくて怒っ納豆お父さんが食べてるた。そ平和やう、確かに食べてたなと。よく使う LINE スタンプはありますか？ワンピースのグーってやつ。で、僕のやつとかでやったら、僕のスタンプやったら、了解好きな言葉はもう勇気と信念が世界を変える。は？お小遣いは何に使ってましたか？小遣いは、ガチャガチャとかやってましたよ。200円とかでワンピースのやつ。ペットは飼っていますか？飼っていましたか？買ってないっすね。買いたい。何が欲しい？フェネック。フェネック。本は読みますか？本はあんま読まないんですよね。漫画ばっかなんで。カラオケで何を歌いますか？カラオケで絶対歌う曲は全然ですよね。夜風とか。と、ビリミリオンとかも歌うかな。ちなみにカラオケ動画過去一エグい。マジっすか？すごいめっちゃ今回数時間でなんなん？あ、マジっすか？えぐい。すごっ。お風呂はどっから洗いますか？頭。最近何か買いましたか？今日服買いましたね。ポール・スミスの服を。シャツと T シャツ。出かけるときに何持っていきますか？もう携帯と財布だけですね。あんまりカバン持ち歩きたくないタイプ。今日のファッションのポイントは？はい、もうこれはランだからランティーを着てる。ただそれだけです。めっちゃ英語の訳みたいな。好きな季節は？意外と冬好きっすね。あったかいぐらいの春も好きです。好きな芸人さんはいますか？芸人さんは、ジャルジャルめっちゃ好きです。目玉焼きに何食べてかけます？何かけるか。醤油。でも海外だったら醤油ないんで、塩。やっぱ家で分かるんだよね。確かに、いいは醤油だな。そうっすね。全然ちゃうもんね。何？そうっすか。目玉焼き。何やろね。あれでも塩コショウです。そこやろ。塩コショウでも何もかけへん。そういう意味で塩コショウ。兄弟喧嘩はしてましたか？いや、ちっちゃい頃はしてましたね。うん。よくしてましたね。取り合いとか。ルイとは一番違うと思うところはどこですか？一番違うと思うところ。もうルイは大人で僕は子供でしょ。はい。そんな感じか。兄ちゃんしかない。ああ、まあそうですね。僕大雑把。向こうは結構きっちりしてる。一番ルイと似てると思う。何が似てるっすかね？声似てるって言われる最近。だからびっくりしたんですよ、僕。シリって声で反応するじゃないですか。僕の声とルイの声、どっちも僕の携帯反応するんですよ。ルイの声のヘイシリって言ったら反応するんですよ。分からんな、その声めっちゃ似てると思うかな。ルイ君の方が結構低いイメージ。なんか理想の一日の過ごし方は？理想の一日。朝はちょっと起きたら、なんかこう太陽当たりたいんで、ちょっとなんかランニング程度みたいなして、帰ってシャワー浴びる。で、そっから、じゃあ昼ご飯食べて昼寝する。バレーボールなかったら時間あるな、めっちゃ。あとはネットフリックス見るとかですかね。で、早く寝る。9時ショート。得意料理は？最近はカルボナーラっすかね。マジうまいっすよ。あれマジうまそうやったな。いや、もう今は進化してますから。あ、マジで？ガチのカルボナーラやってます。すげえな。旅行で行きたいとこありますか？箱根温泉？
温泉もそうですけど、あと、あれ、孤島っていうんですか、島、どっか何々島とか、とかに行ってみたいですね。コンビニ行ったらつい買ってしまうものなんかありますか？ジャージープリンっていう牛乳プリン、あれめっちゃうまいです。あれ好きなんですよ。なんかのモノマネ、誰かのモノマネできますか？ジャルジャルの南くんって知ってます？わか南くんっていうキャラクターがいるんですよ。らん。それをよく代表で真似してます。ウィーンつって見てもらったら分かるやつです。南くんです。俺は知ってあ、知ってます？ウィーンつってる。わからん。わからん。めっちゃ一番疲れたって時に食べたいとか飲みたいもの何で？なんやろ。普通にもうお味噌汁とか飲んだらほっこりするっすね。お味噌汁。意外やな。普段バレエの試合とかって結構見ますか？それは自分以外放送とか。自分のやつで見るけど、なんかテレビとか。テレビとかでは見ないですね。なんかデータとかでもらったりするんですけど、女子の試合とか全く見て時々ちょっとだけ見ます。ルイの試合見全然見ないです。いやフルで見るのなんかあれお金かかるでしょ。だからハイライトで見ます。最高到達点は？今どれぐらいなんですかね。でも上がってるとは思うんですけどね。355とか。いやー、あるかなわかんないです。垂直跳びで測るんじゃなくて普通にスタイルじゃないですか。飛びすぎでしょ。ルイ君の好きなところは？とにかく優しいですね。何にしてもルイは優しいなと思います。逆にルイ君に直してほしいところありますか？あんまないですかね。ないかも。素晴らしい。めちゃくちゃいいおじいちゃん。お気に入りの香水は？今使ってるのはディオールのソバージュってやつが結構好きですね。女子受けがいいです。肉派、魚派。肉派っす。一番鍛えてる筋肉はどこですか？太ももかな、やっぱり。太ももか、二頭筋。二頭筋は、やってますね。もし魔法が使えるならどんな魔法が使いたいですか？もうどこにでもすぐ行ける魔法。さっきの扉やな。はい。それならイタリアでバレエしてでも、日本すごく分かってくれるし、緊張をほぐす方法は？今緊張してるものを考えない。他のことを考える。好きなゲームは？好きなゲームは、スイッチやったらダイアンとスマッシュブラザーズ。で、携帯やったら、最近やったらウイイレはめっちゃやってましたね。今まで大きい怪我はしたことありますか？大きい怪我はないです、全然。なんか集めてたものとかありますか？ワンピースのフィギュアが集めてて、で、漫画はもともと集めてる。ジェットコースター好きですか？好きっす。でもちっちゃい頃は全然好きじゃなかったです。そういう絶叫系が。好きじゃなかったら乗らなかったの。怖かった。寒いと暑いどっちが好きですか？寒い。好きなおにぎりの具は？鮭。アレルギーはありますか？ルイがないっす。バレエをやめたいと思ったことありますか？あります。ルイがいなくなった時、小学校の頃。ルイが卒業して、4年生か5年生の頃に辞めたんです。朝は強い弱い？強い。そう、強いっす。寝起きいいよ。寝起きいいんですよ。すぐカーテンシャーンってあげるんで。先輩に出てあげるんで。マジ？はい。めっちゃ嫌やわ。小川さんの時は、小川さん朝ごはん行かないのに、起きて、シャーンって、小川さん行くの行かないのとか言って。嫌やわ。年上と年下どっちが好きですか？年上だったら、ちょっとお姉さん感が強いから、年上が年上で言うとちょっと年下が。人に教えたくなるような雑学なんか持ってますか？納豆は温かいご飯の上にかけたら栄養素が死んでしまうってことですね。わかるよ。あかん。本当は別々にして食べないといけないんですよ。あ、そうなの？まあ、でも僕は一緒にしてくるです。それの方が美味しいんで。おすすめのお店は？よく行くカフェは佐賀嵐山にある山本コーヒーによく行きます。今日はこの後何しますか？寿司を家族で食いに行きます。ルイからの質問なんですけど。本当にバレエでよかったんですか？それでも言われる本当にバレエでよかったかな。責任感じてるんやりたいです。そうちゃん、それは。バレエに限らずですけど、なんかそろばんやったりとか、水泳やったりとか、バレエ以外にもちょくちょく何回しらやピアノ、それこそピアノとか、もう全部自分がやって、で、ランもやったあと、黒ない焼けてる感じだったんで、でも自分はそれをやりたいと思ったからやってる。バレエもそのうちの一個で、バレエをやりたいと思ったからやってるけど、ランはなんか別にそれでよかったかなっていう、よかったっていうところ。っていうのが、なるほど。ルイ君からのこれが最後の質問で、バレエでよかったのって。いやー、よかったでしょ。よかったでしょ。まあ、これだけたくさんのことも経験できてるし、
海外にも行けて、兄弟2人でって言われて、で、今回銅メダルも取れてっていうので、やっぱ結果を見れば、やっぱバレーをしてきてよかったんじゃないかなって。まあ実際自分も今楽しくバレーしてるから、まあルイのおかげで今があるからっていうので、よかったのかなと思います。はい。100の質問ありがとうございました。また、月日が経てばアンサーも変わってくると思うので、ぜひまたやります。では。高橋藍サポーターズクラブではライブ配信やオリジナル動画やメッセージなど様々なコンテンツがあります。ぜひ参加してください。